日本橋ポンド類イノの湯原健と申します。鶏もも肉のポワレ焦がしバター醤油ソースの作り方をご紹介します。まず最初に鶏肉、焼く前にですね、皮面をちょっと上にして、冷蔵庫にこのままラップをせずにだいたい1時間とか2時間ぐらいですね置いておいて、ちょっと皮面を少し乾燥させることによってパリッと香ばしく焼き上がりやすくなる。水分が抜けてる方がパリッと焼けるので、この工程を入れた方が美味しく焼き上げられるかなと思います。でこれをこのまま冷蔵庫でしまいます。でこれがだいたい1時間ぐらい冷蔵庫に入れて乾いてきて、カリッカリまで乾燥させる必要ないです。ある程度水分が抜けたような状態にしておいてください。でこれから焼いていきます。フライパンだいたい中火ぐらいですね。あまり強火でやってしまうと皮が最初に焼き切る前に焦げてしまうので、だいたい中火ぐらい。冷たい状態で、鶏肉入れてしまうと鶏肉のジュースが出てきてべちゃべちゃの仕上がりになってしまうので、ある程度フライパンの温度を上げてから入れないと、ダメっていうところは、ここは最初のポイントですかね。下味塩、胡椒はちょっと後にしますね。胡椒が最初に入れちゃうとちょっと焦げてきちゃうんで、胡椒が最初には塩だけで。はい、下味をしていきます。でフライパンある程度温まってきたら、オイルはもう正直何でも大丈夫です。何オイルでもちょっとオリーブオイルだと逆にもったいないかなと思うんで、本当にサラダオイルとか何でも大丈夫です。最初に身の方を一瞬ちょっと表面に膜を作るような感じで焼くというよりも、表面をちょっと一瞬焼き固めてコーティングするような感じで、これぐらいで返していきます。身の方を焼いてちょっと油の膜を作るというか、油と身の火が入った状態、表面だけでこのコーティングをする感じですね、表面。そうすると肉汁の流出も少し防御できるんで、焼いてる時に、乾燥しないようにっていうのもありますし、で、皮目を下にしたら、ここでニンニクをちょっと押しつぶして香りが出やすいように入れていきます。もう皮付きのままでも大丈夫です。皮外しても、これはどちらでも。気になるようでしたら外してあげてください。で、油にニンニクの香りを出しながら焼いていきます。もも肉なんですけど、こっちがももの本当に、ももですね。ももの上側で、こっちがすね側ですよね。でここに大きい骨が2本入ってた跡があるんですけど、ここの皮の部分が焼いてると浮いてくるんで、こうなるべくちょっと真ん中押し気味で、ある程度肉を加熱すると収縮があるんで、お肉の収縮がある程度収まってきたら、ほんの少しだけ重りをして皮をフライパンに焼き付けるような感じで焼いていきます。でちょっとその際に何でも大丈夫です。ちょっと耐熱シートみたいな紙1枚と、その上に灰皿で、重りは何でもいい。本当にちょっと鍋でもいいんで、ちょっとこの上に置いて、軽く押し付けながら
こうパリッとこう表面皮を焼いていく。このまま中火でちょっと置いておきます。5分ぐらいはかかると思います。このままゆっくりなんでこの時に強火にしてしまうと焦げてしまうんで、皮がパリッと焼ける前にもう要は水分を抜きながらこう焼き付けてるような感じですね。だから本当に火はあまり強くしすぎないように、弱すぎてもこうふにゃふにゃになっちゃうんで、本当にこの音がこうパリパリパリっていうこの音、いい音がしてる状態でこのままちょっと放置します。じゃあ、下仁田ネギ切っていきます。ちょっと斜めに1センチぐらいですかね。斜めに1センチぐらいのカットで、だいたい1人前で4、5枚ぐらいですかね。あれば十分だと思います。じゃあちょっと途中どういう状況か様子を見てみます。だいぶいい感じですね。このパリッとこう香ばしく、フラットにこう焼き付いてる。でこの感じになったら身の方にちょっと火を入れ始めます。でこの今焼いたニンニクの香りがついた油をちょっとこう表面にかけながら、アロゼっていうんですけど、フランス料理でいうとこう油を回しかけながら、でニンニクはちょっとある程度こういい色がついてきたら、焦げてしまうとニンニクの香りってすごく台無しになってしまうんで、このニンニクがちょうど香ばしいぐらいの状態でもうお肉の上に揚げといていいです。このままこの香りのいい油でニンニクの香りと少しこう鶏肉から出た油が混ざって、すごく美味しい油が今あるので、これをこう香りをまとわせながら鶏肉の表面にかけて火を入れて、でお肉全般に入れると思うんですけど、フライパンの中で完全に火を入れ切ってしまうと食べる頃にはちょっと火が入りすぎちゃってるので、この時点で7割とか8割ぐらいのイメージ、ちょっと触って弾力が感じられる始めたらお肉に火が入り始めてるんで、まだこの辺はこう押してもこう戻りが悪いんですよね。まだこの辺全然火が入ってないかな。でこの後この上に上げてお肉を休ませて余熱でこう最後火を入れていくような感じです。こう触ってちょっと弾力が出てきたら、この時点でもう一度揚げちゃいます。で皮を上にして休ませてください。そうするとこの皮、せっかくパリッと焼いた皮がこの鶏肉の水分ジュースでしけてしまうので、皮がこうふにゃふにゃにならないようにこのまま休ませてます。で休ませてる間に、付け合わせとソースを作っていきます。で今ニンニクと鶏肉の脂が出た美味しいオイルがまだあるので、ここでネギを焼いていきます。で表面に軽く塩します。少しこう香ばしい色がついてきたら返します。で両面同じぐらい焼き色がついたら、少しお水を足して蓋をして瞬間的な焼き蒸し野菜みたいな感じで焼いていきます。長野の塩、
そうするとこう、ネギのこうなんでしょう、真ん中の部分が少しこうとろっとしてきて、焼き鳥のネギマのネギのなんかイメージですかね。ああいうちょっと甘くてこうとろっとしたようなネギの部分を作りたいんで、ちょっと水分入れて火を入れます。一緒にもう菜の花も下茹でした菜の花ですね、これも入れます。でこれも軽く塩をして、で水入れます。で油に水を入れるんでちょっと気をつけて入れてください。ですぐ蓋を持って水を入れてすぐ蓋をします。1周ぐらい回しかけてすぐ蓋をする。これでもう30秒から40秒ぐらい瞬間的なちょっと蒸し焼き状態で開けます。ただもう火はもうしっかり入っているので、これで、一度紙に上げていきます。先ほど作った焦がしバターのソースに鶏肉のから出たジュースをもったいないんで戻します。では鶏肉切っていきます。できれば今すごく皮がパリパリなので切る時だけ皮は下にした方が切りやすいですね。この音がしっかりパリッとしているのがポイントだと思います。サクッと一番下ですね。先ほど、鶏肉の最後ジュースを入れて仕上げたおソース、これを下に敷いていきます。鶏肉でその上に、先ほど焼いた、下仁田ネギですね。菜の花でもシンプルにこのままでもいいんですけど、少しハーブのサラダというか何でもいいです。今日春菊の新芽があったんでそれをちょっと添えますけど、これはあってもなくても大丈夫です。ルッコラとかセルフィーユみたいなのとかでも全然美味しいかなと思います。ではこちらで完成です。